でもドリアードの子はすれ違った瞬間にもううつむきながらザーって泣いてでまあ肩ポンポンって叩いてさ、おはようございます。おはようございます。大崎チャンネル満作の宿り師のあやとシロニャンです。グレイグレニャングレとんの昔撮った子。結構大きいよね。結構大きいんだこれ。で何やんの？今日はガチャリンコしていきます。本調子じゃないからねずっと。復活一発目ぐらいだからねこれ。復活はしてないけど声入ってるから俺ちょっと心配なんやて。荒れないからちょっとよそっかマイク。ことでガチャやるっつったね。はいガチャ。忘れとった。ぶつけそう。ちょっとさ頭回んないでやっぱ。はい。じゃん。おいっす。うととと。ちゃんと喋れるかいな。やっぱ声おかしいのかな。ちょっとおかしい。意外と怪我するんだよねこれ。危ないよね。これ、意外と危ない。いや別に閉じなくてもよかったんだけど。何が出るかな。あれ面倒いの引いた。いきます。はい。火の精霊との恋物語。あれか。あれです。でもすごいこれはなんかそんなことあるんだっていう感じだよね。まあね。夢があるって思っちゃうかな。夢がある？そんなことあるのみたいな。同じことしか言ってないけど。あるんだ。でもやめとこう。危なかった。まあこの話的にはある男の子から相談を受けた。その霊的なお話だったり、それこそ人生のお話だったり、それこそお仕事をしとる時に料理やっとった時とか、料理作りながらその会社の相談されたりとかね。だから何でもかんでも霊に結びつけるわけではないんやと俺は。やっぱ経験の数、記憶の数が違うもので、それに基づいて助言をする。だからあなたの霊がこんなんだからこんなんですよとかいうのは基本的にしないんやと。だからその恋愛相談も意外と受けてたっていう。もうたわいもない恋愛とかね、あやちに話したけど、手に傷がね、カップルで手に傷があって、どないしたいよっていうね、いうお話もね、いろいろあって、まあその中の一つで、男の子に相談されてて、俺好きな子いるんだって、いいんじゃない相手に問題がなければ別にいいんじゃないのって、向こうも思ってくれるならいいんじゃないのっていう話をした途端に、向こうがピタッと止まったもんで、これ訳ありやと思って、妻帯者とかさ、いろいろ勘ぐったんやて。で、ちょっと詳しくは、とか言われて、なんていうの、変な濁し方をされてんやて。普通の恋愛とかさ、嫉妬とかさ、ちょっと浮気されたんじゃないかとか、俺、そういうのも意外とされて、でもそういう言い方じゃなかった。ちょっと、でも、みたいな。で、ご両親とか知ってるのとか言ったら、とか言って、ごまかすもんで、めんどくせえ、合わせろ。っていうような形、最終的になった。で、まあ、その時に、まとわりついてる波動が本人以外のものがついてた。その取り憑かれてるじゃなくって、なんかまとってるものが別もあるよねってことは過去されとるのかなとかね。いろんな勘繰りをしとったんやて。で、いざ、その、女の子に会いに行くから付き合ってくれないかって言われて、全然いいよ。で、相手方には俺のこと話したのつったら、ちゃんと話したっつって、で、俺の怪しい話怪しい人間っぽい話をしたっつったら、一応ちゃんとしてあるから多分大丈夫って言われて、それならまあいいよっつって。で、日にちを合わせて会うことになって、そしたら、ずんずん山の中入ってくれんで。お前、
バカかっつって。密会かとかいう話して、いや、こっちじゃないと無理だからって言われて、まあ、ええよっつってついてった。そしたら、木がちょっと綺麗に整地されてて、そこのとこに女の子が一人立って待ってたんやて。ロングの髪の毛の女の子が立ってて、見た瞬間、人じゃねえ。人じゃねえ。でも、幽霊じゃないんやて。はい。はい。はい。うん。異種族ってやつ。ね。種族が違う。異種族ってやつ。まあ端的に言っちゃうと、ちょっと微妙に違うんだけど、木の精霊というかね、ドリアード系の方だった。木を守っとるというか、木が本体みたいな。神社とか行って木に宿ってる精霊さんとか、そういう感じとは違う。それは違う。あれは美精霊が進化して神としてのよりしろに木を選んだっていうのが、よりしろね。でもこの方はドリアードっていうまあ種族、もう現象の時にもいるんやで、普通にこの種族は。実体を持ってるし、その自分の一部から離れた木を、その魂を移して、あたかもモス。人間だから人間風にその自分の一部を切り離して、人間の姿を模してそこに自分の魂を移動させて行動するっていうことができるドリアードっていう種族がいるんやで。まあ分かりやすくドリアードって言っとるだけで。木から生まれた。そうそう。もともとは木の生き物。生き物。生きてるもの。生命体普通。そういう種族。木じゃなくて木という名の種族。あやかしともまた違う。まあ、あやかしに近いよね。近いのか。こっちで考えはあやかしと一緒。展開の方だったら、どっちかって言ったら多種族とか魔獣までいかないかな。多種族っていう扱いかな。で、そう行った時に俺が見た瞬間に向こうがマジで警戒したよね。その脅威を感じたんだよね。で、俺がもう両手こうやって手挙げて大丈夫だから。別に危害も加えるそういうもないし、って言って、そういう話をして。どうしたかっていうと、まあ、今ではね、ちょっとなかなか難しいんだけど、昭和とかね、そんなぐらいだと、外国の海外結婚とかってさ、結構大変なイメージない？ね。まあ、現代風で言うとそんなイメージだね。多種族と結婚する。日本人とアメリカ人と結婚すると昔は大変だったけど、今はまあ当たり前になってるよねって。でも、感覚的にはそれに近いのかなって。人間と多種族。日本人とアメリカ人。未知やんか。今だったら分かっとるやん。だってまず普通の人には見えないわけでしょ。見えるはずだけど見えてないでしょ。そう。阻害をかけるから記憶がなくなったり映らないようにしてるだけで。その異種族って基本的に見えるからね。あ、ドリアードさんは見えるってこと？見えるよ。ただ記憶に残んないだけだ。精霊とはまた違うってこと？精霊と微精霊とはちょっと違うかなって。混ざってるからね、微妙なとこだよね、あの種族は。でも、その人は見える。そのドリアード族は一般人でも見える。あやかしも見えるんだもんね。見える。で、その男の子は別に特別能力があるわけでもないやて。で、まあ、なんていうの、そういう異種族の結婚はどうなのかなとかね、そういう相談をされた。で、当然そういう記憶もあるもんで、リスクとかね、今後のこととか、この日本においての、その法律だとかね、そういう現実的なお話をしたんやて。で、まあ、男の子も女の子もね、納得して話をしたね。何遍ももう、結局5回ぐらいあったんかな、俺は。トータルじゃないよ。その、納得するまでに5回ぐらいお話をさせてもらって納得をした。その後に男の子に、もう、僕はこの方と一生一緒にいる。もう死ぬまででもその社会から外れたとしても、僕はこの土地を買ってでも手に入れて、もう二人で暮らしていくっていう風に言っとった。まあ、そんだけ覚悟があってやることやって、その、日本的な戸籍上では独身で貫いたとして、将来的にどうなるかわかんないけど、まあ、そんな覚悟があるらいいんじゃないって言われて。で、それで、まあ、OK っていう話になった、一時はね。でもその直後にドリアードから連絡が来て、俺だけに。どういう風に連絡があるの？うちのとこに手紙が置いてあった。普通に手紙が置いてあった。家知ってんの？まあ、教えたからね。教えたから来れたってこと？痕跡をたどってくるとか。本人が来たかどうかはわかんないよ。誰かの関係者に頼んだのかもしれないし。それはわからない。ただ、手紙って言っても、その、単なる紙に書かれただけ。
封筒に入ってるとか、切手が払えてるとか、そういうわけじゃない。日本語。日本語。ちょっと堅苦しい日本語だったけど。へその男の子とその女の子同士が、やっぱ仲良くなるために文字とかを教え合ったりしとったみたいで。漢字とかも書いてある。漢字は微妙だったな。ひらがな。ひらがなが多かったね。だから、小学1、2年生ぐらいみたいな文だったかなっていう。でも言いたいことは分かったもんで、まあとりあえずほんなら会うことにして、俺だけっていう話なの。そうか。まあこの時点で察しとったんだけど、まあ日にちがいついつになるか分からないからっていうのをもう分かっとってもらったというかね、いつ行けるか分かんないから、ちょっととりあえず早めに行くっていうことよ。でも、そのドリアードの子ってあんまりその場所を動けないんやで。だからどっか行くことはないだろうという高をくくっとる。勝手な俺の意見だけどね、これは。でも手紙が来た以上早めに行かなきゃっつって、確か次の1週間後ぐらいに俺行っとるはずなんですぐ。で、行ったら、まあ時間軸の考えが違うもんで、すぐ来てくれたって言われて、で、ありがとうございますって言われて、いざ向こうが話そうとした瞬間に、まあ大体察したっていう。結論から言うと、女の子は身を引くと。なんでだよ。で、まあ分かっとったことなんやけど、本人に、それは嫌いになったからじゃないよねって言ったらもう、って言って。何のため？もうあの子のため。人は交わるものではない。寿命が違いすぎる。絶対悲しむのは、辛い思いをするのはお互いなんだけど、って言われて。まあちょっとあの光景を思い出すで、向こう苦しそうに涙ぐみながら言われたもんでさ、ちょっと辛くてさ。苦しい。で、相手のためをもって私は身を引く。向こうは人間で寿命が違うから、絶対それを重荷に感じるし、その私が縛ってしまうと、あの子の幸せがなくなってしまうっていう。で、そういうことをね、言い出した。で、俺がそこで一回切れたんやで。いくら仲いい二人とはいえ、相手の幸せって自分で価値で決めんな、つって。確かに。なんで自分が離れることによることが正しい選択なのって言って。そう。でももうその子は、やっぱ、ちょっと話を振り返すと、昔、恋人じゃないけど、同じように仲良くなった男の子がいたんやで。そしたら、その子が森に入るとおかしくなったっつって、その森を壊そうとしたんで、村人が。だから私のせいでその人の人生を壊して、ましてや私を恨まれるようなことが過去にあったもんで、似たようなことをしたくないっつって。で、きつい言い方をしたんだけど俺は。それは君が逃げてるだけ。で、相手が傷つくことが怖いって言ってるんじゃなくて、自分が傷つくの怖いよねって言って。まあ黙りこくってね、きつい正論だけどね。でも、そんだけ思いやれて、相手のことを思えるんだったら、本当にいいよって言って。じゃあ、君の願いは何？男の子はもう一生、どんなことをしてでもこの土地を手に入れて添い遂げること、自分が先にことも分かってる。っていう男の子の覚悟が聞いてた。で、正直マガンまで使わせてもらって嘘言ってないんよね。で、女の子の方にはその気持ちは十分痛いほどありがたかった。でも、本当に、寿命がないような種族。ね。まあ、環境でかなり影響される種族なんだけど、もう私が縛りたくない。もうあの人の幸せを遠くで見てるだけでいい。ある意味矛盾してるよね。結局さ、その前例がないとかさ、そういうことがないと、やっぱ怖いんだよね。そういうことだよな。ましてや寿命がさ、ある程度近いならいいじゃん。今の人生、たかが100年。まあ昔は80年って言われとったその世代に、その子がもうその時点で1000年近く生きとるんやで。でもそれ男の子もさ当然辛いけどさ、先のこと考えたら、でもずっと残るのはさその精霊さんなわけやんか。そうずーっとだよ。そうずーっと悔やむんだよ。男の子が転生して自分のことを忘れてもずーっといるんだよ。もしかしたらそこにまた転生して同じ魂が来るかもしれない。かもしれない。かもでしかない。そう。
それにすがるの。そうどちらかって言ったらこのドリアードさんの方がそう、一生地獄に感じるよね。そだから俺としては判断する基準ってさ、やっぱそれぞれなんだけど、一番傷つく方は避けたいと思った。う、うん、だからこそ俺はドリアードの方の肩を持った。そっか、人の人生80年、100年。うん、俺にとってあやかしってのはさ、その交流があるもんで、辛さを知ってる。あやかしの里でもさ、こういう話はちょこちょこあるんやて。うん、でもさ、やっぱ残ったものが辛いんやて。そうだよ。人間同士でもそうじゃんか。残った方が辛いんやて。それがさ、何百年何千年単位だったらどう思うっていう。何のために生きてるんだろうってなってくるかも。で、これはね、ちょっと批判的な言葉になるんだけど、人間の心変わりはね、結構あるよて。うん、浮気とかさ、うん、気の迷いとかあるやんか。まあ世の中ね。ですっごい多いじゃん、人間って。あやかしってね、ほぼないんやて。へえ。相手を信じたら、それこそまで信じる。相手が悪党だったら、それでも信じて私の見る目がなかったっていう考え方だから。覚悟が違うんやて。好きになるって。生き様が違うってこと、そう。生き様と覚悟が違う。だから、おいそれと好きになりました。はい、くっつきました。相性が悪いです。わかります。そんな考えはまずない。だからこそ、あやかしとかね、そういう多種族に好かれるっていうのはどんだけ意味が違うのかって。人間同士の信頼とあやかしの信頼っていうのは意味が全く違うからね。だから俺よく言っとんのは、覚悟のあるもの、真剣になるもの、度合いが違うもんであやかしの肩を持つ俺。生き様がしっかりしてるから。なるほど。俺はね、今の現代では人間だけど、それでも俺はあやかしの味方をするよって。どんなことがあっても。違いすぎるもん。実際に経験しすぎてる。だからそんだけの思いがあって、それでも相手の幸せを願って私の何千年の間のひとときの、人間にとっては一生かもしれないけど、そのドリアードの女の子にとっては、ほんのひとときのために、その縛るってこともしたくなかった。で、その後に絶対気持ちが強くなるから自分が壊れるっていうのも薄々感じてたんだよね。で、もう必死に涙こらえながら、垂らしながら喋っとって分かったっつって。じゃあ、結果的にどうしたのか。その子の力と俺の術式を混ぜて、ある行動を取らせてもらった。まず段階的にね、男の子を呼び出して、ドリアードの子がちょっと話があるみたいなんだわ、つって。そこに改めて呼び出して、ちょっと大事な話なんだわ、つって明るく言って。で、呼び出してて。その時に一緒に俺もついてって。で、ある術式を設置しといて、二人の共同作業でね、作って。それを発動させて。これはほんとずるい言い方だよ。あの時に俺もちょっとね、人として言葉を選んだけど、あの時は。これは祝福だから、ここに立って、絶対これから良くなっていくから。そこの術式の真ん中に立たして。で、動いちゃダメだよって、これからの未来のためにうちらとこの子の特別な力で祝福するから。もう男の子信じきっとるよね。じゃあ何をしたのか。記憶を飛ばした。消したの。忘れさせた。俺単体だと難しいんやで。加減ができない。ああ、そういうことか。強すぎるもんで加減ができないんやで。最悪パーになっちゃう。廃人になっちゃう。でもその子のドリアードの繊細な技術と操作技術で俺の術式を編んでその子に家庭させて、ほんでそれこそ森の全体がその子のテリトリーだもんで、じわじわ侵食させて記憶を消した。で、気を失っちゃった。まあ強い負荷だから。で、その気を失っとる間にドリアードのことを俺話しとった。当然やる前にそのドリアードのことを最終確認はしたよ。本当にいいんだねって。そうだよね。後の後悔はないねって言って。OK 出たからもういろんなね、段取りを組んでそこまでたどり着いてかけて。で、1時間ぐらい気を失っとったかなって。で、そのドリアードの子が姿を消しといて、そこで1時間ぐらい経ったら男の子が起きたんやて。で起きて、大丈夫かって言って。
で、俺の顔を見て、俺は覚えとるんやて。で、まあ、名前覚えて、そうさ、俺寝ちゃいましたかって。ちょっと疲れたんやろつって。あれ、なんか俺話があったような気がするんだけどって言われて、まあ疲れとるし、しゃあないんじゃないつって。まあ今後いろんなことあれば相談に乗るから、気兼ねなく連絡してくれっつって。で、まあその日はゆっくり帰って終わって、まあ1週間ぐらいした後に、もう一回ドリアードの方にお話を俺だけが言っていったら、泣いとったよね。もううずくまってずーっと泣いとったよね。で、後ろ行って頭ごついてきた。ごつくてコンってね、軽く。覚悟決めたんでしょつって。で、まあ、その子がもともと大学生だったもんで、ちょこちょこその大学の相談行ってる時に様子を見とったら、別に普段と変わりはないんやで。でも、ふとした瞬間になんかぼーっとして考え込むっていう。まあ、生活に支障もそんなにないし、まあ、普通の生活もできてるし、いいのかなと思って。で、半年後に改めて、そのドリアードのとこに行ったんやで。どういう状況と思って、その子自身がね。そしたら、気持ちの整理がついたんかなって、ある程度。でも、男の子が来るんだって。記憶はないんだって。で、そこの約束の場所に来て、なんか首をかしげて考え込むんやと。で、帰ってくるんだって。今までそこでずっと出会ってデートしてたから。魂は覚えてんだよね。それ見てんだよね。そう、それをずっと見てた。その嫌な言い方、本当に術がちゃんとかかってるか確認したかった。会った時にそのお話をドリアードの子に聞いたもんで、これが本当の最終手段だから外すのか、もう一生これにするのか。で、ある条件を出した。それは何かって言ったら、その子が来るのは定期的に来るんだけど、3日おきには絶対来とったみたいで、俺もまあなんとなく日にちを合わせてちょこちょこ行って、で、そしてドリアードの子と話して、その山で、そしたら来たんやで、その男の子。そしたら姿を隠すような術式をかけずに、俺とその女の子が並んですれ違って、もし相手が反応して気づくんだったら、この術式は解くでな。ただし向こうが何も反応しないのなら、もうこれが相手にとっても自分の覚悟を決めたことにも最善だからねっていう賭けをした。賭けっていうと言葉は失礼だけど、覚悟のね、最終確認。で、その男の子がやっぱ3日おき、4日おきに登ってきて、待ち構えるように俺が上にいて、んで、その女の子がいてね、こうやっておって、すれ違ったんやで、挨拶しながら、こんにちは、つって。そしたら向こうが頭先、こんにちは、つって。もうそのまま。すれ違って。で、男の子の方は何にも気づかない。でも、ドリアードの子はすれ違った瞬間にもううつむきながら、ザーって泣いて。で、まあ、肩ポンポンって叩いてさ、かける言葉がないんだよね。本人が決めたことだしさ。大丈夫？じゃあその男の子の記憶戻してくっつけろっていうのも俺には正直できなかったし、そのひとときのさ、数十年50年ぐらいのさ、幸せな時の後にさ、その後の1000年の悲しみの地獄を味わう。どっちっていう。愛知だったらどうする？記憶取り戻してほしい？愛知がドリアードだったらどうする？ドリアードさんだったら、決めかねるよね。究極なんだって、これはもう。単なる恋愛じゃないんやで。だから、覚悟が違うっていう。もうね、絶対一番初め好きになる瞬間にね、一種族、要は自分の方が長生きするのが分かっている時点で考えちゃう。嫌な言い方で言うとさ、にゃんことかワンちゃんもさ、寿命が違うじゃん。10年、15年、20年。今長生きして20年超えるっていうにゃんちゃんもいるじゃんか。でも、出会いがあってその20年がすごい素晴らしい人生。でも、別れが怖くて変えないっていう人もどんだけでもいる。
だからあやかしにとって好きになるとか信頼するっていうのは簡単なことじゃないんだよ。そうだから切ないとか辛いとかさ、その程度じゃ済まないんだよね。だから見えない世界とかさ、多種族とかあやかしとか幽霊とかさ、ちゃんと心があるんだよっていう。俺はそういう手助けをしてきた、ずっと。地位からしたらもう全てが見える世界だから、それが当たり前の世界だから、変わらない。所詮俺が経験したことを助言してるだけ。それで最大限のできることで、こういう結末を迎えやすいですよ、こういうことになりやすいですよ。でもあなたの人生、あなたが決めるべきです。辛い思いをしても選ぶのもあなた。そのドリアードさんだけでは記憶を消すっていうことは難しかった。多分情が移る、鈍る。ちょっとでも片隅に残しちゃうとか。そう。ふとした時に思い出してほしいとかさ。そうだよな。ならない？なるよな。絶対なっちゃうよ。術ってのはさ、やっぱその練り上げるものだもんで、感情に左右されやすい。そっか。その提案もしたよ。でもちゃんとリスクも言った。絶対手心加えるっていう。心の中であるでしょうって、片隅で覚えててほしいってあるでしょうって言ったら、やっぱり黙り込むよね、図星をつかれると。そうだよね。当然そうだよ。嫌な言い方さ、そのすれ違うのもね、俺はもう本当にそれが最終チャンスっていう風に決めつけてたから。それでそのドリアドの子も本気で添い遂げるならちゃんと言ってって言って、相手が気づこうが気づかん前が外すことは可能だから。要はその術式で蓋をしたっていう感じだよね。そう。蓋をして、なおかつ蓋の内側に消すような薬塗っとるような感じ。それを今だったら解けるよっていう。そう。ただしもうこのまま蓋したまま置いとけば、その塗った薬が染み込んでいくから、もういずれ完全に忘れるからねっていう。イメージ的にはこんな感じなのかな。ただ単に蓋をしただけではないっていう。その時の記憶を蓋をしたっていうだけだから、その人がいずれ年を取って、その時にまた出会って仲良くなる可能性はあるんだよね。あるよね。あるよね。そう。だから昔あれなんか会ったことあるこの人っていう。絶対言ってると思うよ、その後も。まあ、かれこれ20年ぐらい経つか。その時が21歳だったか20歳だったか。だから今はその子が40ぐらいか。どうなってる？それはわからないよ。普通に結婚してるかもしれないしさ。という、こんなちょっと切ないお話というかね。まあこれ以外にもね、ドリアードの方あったこともあるしね、助けた方もいるし、こういうエピソードはちょこちょこあるけど、まあこういう物語の方でね、これはあなただったらどうするってね、男の子の立場だったらどうなんだろうっていう、本当に自分の人生かけてでもその子を助けようっていう志は強いのかなっていう。それとも僕なんかがこの人といていいのかなって思うのか。また自分の立場がドリアード側、火の精霊側だったらどう思うのかっていう。相手のことを思うがゆえに別れなきゃとか。私が力があるからこの子を一生守ってこうって思って、100年経った後に亡くなって、で100年へこんで、その100年後に思い出として消化できるのか。ある意味さ、恋愛っていうのはさ、呪いに近いんやで。逃れられないさ、その縛りというか。そうちょっと考えさせられる？答えがないんだ、そう。これは。どれを選んでも辛いんやで。そうだね。その辛さをどんだけ分割して誰が受け持つか。この結末だと結局男の子の方が忘れちゃうもんで、単なる夢心地で終わっちゃう。それってドリアードさんの記憶を蓋するっていうことはあったの？そういう手段はどうなの？ドリアードさんも記憶を
消すというか蓋をする。難しい。強いから難しい。そっか。なんかのきっかけでこじ開けるかもしれないから難しい。多分さ、それをやると絶望が大きくなる。外れた時に。確かに。嫌な言い方さ、その傷でもそういう悲しみでもね、喜びでもさ、時間しかさ解決してくれないんやで。辛い思いしてるから誰かに頼って忘れる。それってさ、上乗せしてさ、そのごまかしてるだけだから。時間をかけて薄れてく、または時間をかけて納得していくしかできないんやで。だから俺は時間っていうのはさ、すっごい残酷で優しい存在だと思った。忘れさせるための時間であり、薄れさせるための時間であり、でも思い人に募るための時間であり、時間っていうのはすごい卑怯で優しいと思ってるから。重いよ。これでも結構軽く喋っとる方だからね。うん。実際会って俺相談しとんだよ、何回もこれ。で、両方の肩を持たなきゃいけない。両方の意見を尊重しなきゃいけない。より良い方法というか、そう。でもやっぱ覚悟だよね。望んだことを後悔はあるかもしれないけど。絶対後悔はあるって。もう納得して進むしかないんだよね。だから俺が一番最終的に辛かったのは、このすれ違うまでのこの瞬間が一番辛かった。だからそのドリアードの子がすれ違った後に、もう足は止めてないんやで。もううつむきながらあの横顔は忘れられない。ああいうさ、綺麗な涙と思う涙を見るとさ、人間のドロドロしたさ、もうそんなんで悩んどるな悩んどるなと思っちゃうやで、俺は。辛さはそれぞれだけどさ。辛いわ、それ。辛いって言葉だけじゃ足らない。足らない。だからその後まあ心のケアとして男の方も何回か顔を見てるし、そのドリアドの子にも顔を見に行ってる。ちいちだって辛いのにね。まあね。辛いからこそ人に優しくできるんやて。辛さを知っとるから俺以上の辛い思いをしてほしくない。手を差し伸べて届く範囲なら俺は助けたいと思う。全員。でも所詮俺の届く範囲ってのは知れとるもんでさ。だからせめて俺の目の範囲、手の届く範囲だけはできるだけ手を貸そうかなっていうことをして。自分に助ける力があるのに、助けないっていうのは俺はあんまりしたくないかな。でも、ここだけは重要だからね。俺、命は選ぶから。どんだけでもいろんな場面で言っとるけど、瀕死だろうがね、まあ大げさな言い方だよ。目の前で瀕死だろうがなんだろうが、命はね、選ぶからね。超絶だよ。人まくって、いざ自分が事故に遭ったから助けてくれって言われて、俺知らんかんって。それはもう、ねえ。言いたいことはどんだけでもあるけど、ピーナッツは言わないけど。そう。散々自分がやってきたのに、いざ自分の命になった途端に助けてくれ。そんないい話はないよ。原始の時だとどんだけでもあったもん。自分が散々さ、その奴隷とかさ、そういうのいじめまくっとって、喜びながら、蹴ったり刺したりするやって。当然その方はさ、助けてくれ、やめてくれ言うじゃん。で、制裁した時に、原初の話だからね、これ。現代じゃないからね。で、その時に俺がやっぱ立場的にそこの組織を潰さなきゃいけなくなった時に、やっぱ最後に命乞いするやって、俺を助けてくれって。で、俺が言う言葉は決まっとやって。じゃあ、お前がその助けてくれって言った人間、何に助けたって。大概黙るんだよね。結局自分のことばっか考えるやんね。人っての。人の敵に回ってる俺。人でも素晴らしい人はどんだけでもいるよって。だから前の前世物語とかさ、そういう人でも全然元人やんか。あんだけ素晴らしい人はいるんやで。人間だからとかさ、天界人だからとか、精霊だからとか、このドリアードさんだからとかないもんね。そう。悪は悪、善は善。まあ区別するのはおかしいけど、そのちゃんとした志を持ってるから。欲で走ってないのかって。
だって自分の目の前の欲のためだったら平気で裏切ったり売ったりするやんか。まあそういう人もおるわ。どんだけでもいいやんか。自分さえ良ければいい。もうそればっかやんか。俺が正しいから俺が何やってもいい。お金払ったから何しても許される。ちゃうでしょって。まあちょっと話が飛んでっちゃうけど、まあこんな感じでね、火の精霊さんの恋バナというかね、はい。まあ失恋話というか、失恋なんて言わないで。失恋って言わないか。なんて言ったらいい？やっぱ恋バナ？覚悟。覚悟。という形で。覚悟を持って。そう。口先だけじゃなくてさ。貫き通すっていうのもね、難しいし。そう。どんだけ正しいことやってもさ、周りが裏切っていくからさ、おかしなことになる。うちらはね、もう覚悟を決めてやって、ピーチクパーチク言う人もいるけどさ、周りがおかしいだけで。この子元気かな？そこにいるんだろうね。まあ、いるだろうね、あの山。うん、俺心配な、まあやめとくか、これは。うんいや、やめとくか。いや、ガチで批判になるよ。俺、カットしてもらってもいいけど。今、メガソーラーとかさ、うん消されたら終わっちゃう。じゃあ、よりしろというか、その大地が命そのものだから。ドリアードだから。だからそれあってドリアード助けた時もあるやん、これ。ある。伐採とかそういうのひどくて、そこにドリアードが住んでて助けたっていう事例も話してあげたでしょ。だから結局人間の都合じゃん。この土地は人間のもの。なんでそんな決めたの？生き物や大地のものじゃないのっていう。批判になってくよ。本当に。だから心配なのはそこ、今の現代は俺は。しんどい。やめますか？はい。っていう形で、ちょっと辛くお話というか、信念のお話というか、まあ改めて自分の生き様はどうかとかさ、そういうのを考えるいい機会かもしんないよね。本当だね。ってことで、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとねじとこうか。一緒ねこちゃん。よし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 。